伊勢神宮、内宮。年間800万人以上が参拝するこの聖地に日本最大の秘密が眠っています。三種の神器の一つ、八田の鏡。この鏡を現代において誰一人として見た人間はいません。天皇陛下でさえ直接見ることは許されていない。宮内庁の職員も伊勢神宮の神職も誰も見ることができない。けれどここ数年、見えないものをめぐる境界が少しずつ揺らぎ始めています。2025年春、国立遺伝学研究所と東京大学の共同研究チームが日本人の DNA を再解析した結果、これまで知られていなかった第三の起源の存在が示されました。縄文、弥生という二重構造のさらに下に遥か西方から来た痕跡が眠っているというのです。研究者の一人はこう語っています。日本列島は孤立した島ではなく古代文明の終着点だった可能性がある。もしそれが事実なら、八田の鏡の封印は単なる信仰の象徴ではなく、私たち自身の記憶を封じた装置なのかもしれません。神聖だからそう説明されています。でも本当にそれだけでしょうか。実は過去に2人だけこの鏡を見た人物がいます。1人目、明治時代の文部大臣森有則。彼は明治政府の要人として伊勢神宮で八田の鏡を観察する機会を得ました。そして衝撃の事実を発見する。鏡の裏面に文字が刻まれていた。その文字は日本の文字ではなかった。漢字でもない。ひらがなでもない。神代文字とも違う。森有則の記録にはこう残っています。ヘブライ文字に似ている。2人目、元海軍将校矢野雄太郎。彼もまた何らかの経緯でこの鏡を見る機会を得た。そして森有則と同じ結論に達します。鏡の裏には確かに文字がある。矢野雄太郎はその文字を模写しました。後年、その模写は一部の研究者の間で公開されることになります。そこに描かれていたのは確かに日本の文字ではなかった。そして興味深いことに、複数の証言でくさび型に似ているという指摘があるんです。くさび型文字。それは人類最古の文字。紀元前3500年、メソポタミアのシュメール文明が使っていた文字です。なぜ日本の皇室の至宝に5000年前のメソポタミアの文字が刻まれているのか。この疑問を追求しようとすると必ず一つの壁にぶつかります。明治天皇が最後に八田の鏡を展覧した後、鏡は完全に封印された。以降、二度と誰も見ることが許されなくなった。宮内庁に問い合わせても答えは同じです。皇室の祭祀の対象であり、公開の予定はない。でも考えてみてください。もし鏡に刻まれているのが本当にシュメールの文字だとしたら、もしそこに書かれているのが我々はシュメールから来たという内容だとしたら、日本の建国神話は根底から崩壊します。だから見せない、だから封印する。その答えを探すために私たちは時を遡る必要があります。5000年前、メソポタミア、人類最古の文明が生まれた場所へ。紀元前3500年、現在のイラク南部チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域。ここに突如として高度な文明が出現しました。シュメール文明。考古学者たちが最も困惑する文明です。なぜならこの文明には発展の過程がないからです。普通文明は段階的に発展します。石器時代から青銅器時代へ、簡単な農耕から考え農業へ、絵文字から表音文字へ、何百年何千年という時間をかけて少しずつ進化していく。ところがシュメール文明は違う。突然完成型で現れたんです。くさび型文字という高度な文字体系、60進法の数学、精密な天文観測、車輪、灌漑システム、都市国家、これらすべてを最初から持っていた。イギリスの考古学者レナード・ウーリーは1920年代にシュメールの都市ウルを発掘し、こう記しています。まるで誰かが完成した文明をそこに置いていったかのようだ。そしてもう一つの謎。シュメール人はどこから来たのか。周辺のすべての民族と彼らはつながらない。言語を見てください。シュメールの周辺にはセム語族の民族がいました。アッカド人、バビロニア人、アッシリア人。彼らの言語はすべてつながっている。ところがシュメール語だけが孤立している。言語学では
これを孤立語と呼びます。系統不明。どの言語とも関係が証明できない。世界に孤立語はいくつかあります。バスク語、アイヌ語、そして日本語。でも、シュメール語ほど謎めいた孤立語はありません。なぜなら、シュメール人自身も自分たちの起源を記録に残していないからです。シュメールの王名表という文献があります。そこには歴代の王の名前と統治期間が記されている。ところが、この王名表、途中で不可解なことが書かれています。大洪水の前と大洪水の後。大洪水より前の王の統治期間が異常に長い。最初の王アルリムは28,800年。2番目の王アララルガルは36,000年。もちろん、これは神話的誇張でしょう。でも、なぜ彼らは大洪水を境に歴史を区切ったのか。そして、大洪水より前のシュメール人はどこから来たのか。王名表は何も語りません。彼らは突然そこにいて、高度な文明を築き、そして紀元前2000年頃、忽然と歴史から消えた。アッカド人に吸収され、シュメール語は死語となった。しかし、です。もし、シュメール人の一部が消える前に東へ移動していたとしたら、もし、彼らが数千年の旅を経て、極東の島国にたどり着いていたとしたら、その証拠が言語の中に残っているんです。シュメール語と日本語。地理的距離、約8000キロ。時間的隔たり、約5000年。接点があるはずがない。そう思いますよね。でも、言語学者、片木圭は、その著書の中で、シュメール語と日本語の驚くべき類似を指摘しています。まず、文法構造。世界の言語は、語順によって大きく3つに分類されます。英語や中国語は主語、動詞、目的語の順番。I eat apple? でも日本語は違いますよね。私は、リンゴを食べる。主語、目的語、動詞の順番です。シュメール語も、全く同じ順番なんです。それだけなら偶然では。そう思いたくなりますよね。でも、まだ続きがあります。どちらも膠着語なんです。膠着語とは何か。単語の後ろに助詞や設備詞をくっつけて意味を変える言語のことです。日本語で言えば、テニオハ、私は、私が、私に、私の、は、が、に、のという助詞をくっつけることで、意味が変わる。シュメール語も、全く同じ仕組みなんです。そして、驚くべきことに、その助詞の音まで似ている。文法構造が同じ。助詞の使い方まで似ている。ここまで来ると、偶然とは言いにくくなってきます。でも、決定的なのは語彙です。言語学には基礎語彙という概念があります。数字、体の部位、家族の呼称、自然現象、基本動詞。これらは文化を超えて普遍的で、他の言語から借用されることがほとんどない。だから、基礎語彙が一致している場合、その2つの言語は共通の祖先を持つ可能性が極めて高い。実際に見てみましょう。まず、体の部位から。シュメール語で目。なんというか、目です。日本語では、目。同じですよね。次、シュメール語で手。日本語は、手。また同じです。もう一つ、歯。シュメール語では、歯。日本語では、歯。3つ連続で一致しています。これ、偶然だと思いますか？でも、これだけじゃありません。家族の呼び方も見てみましょう。シュメール語で母。アマ。日本語の古語ではアマ。現代語でもお母さんのアは残っていますよね。数字も、どこか似ている。シュメール語で1はイシュ。2はミン。音の響きに、どこか懐かしさを覚えませんか？偶然、そう思うかもしれません。けれど、言葉のリズムや呼吸には、文化を超えて残る記憶があるのです。基本的な動詞まで一致しているんです。取る、シュメール語で、取る。日本語で取る。切る。シュメール語で、切る。日本語で切る。住む。シュメール語で、住む。日本語で住む。ここまで聞いて、どう思いますか？これ、全部偶然だと思えますか？ここで、重要なことをお伝えします。これらの一致は、借用では説明できません。なぜなら、日本とメソポタミアの間に、直接的な交流の記録がないからです。シルクロードが確立されるはるか前の話です。そして、仮に交流があったとしても、
基礎語彙は借用されない。例えば、日本語は中国語から大量の単語を借用しました。学校、先生、電話、でも、目、け、取る、切る、といった基本的な言葉は中国語から借りていません。基礎語彙が一致するのは言語が同じルーツを持つ場合だけなんです。さらに、もっと衝撃的な一致があります。概念語です。シュメール語で、目。この単語、シュメール文明では極めて重要な概念でした。存在の本質、神性、力、文明の原理を意味する。シュメール神話には目の物語があります。神々が目を奪い合う。なぜなら、目を持つ者が世界を支配できるから。日本語の目。目は命の始まり。目は本質を見る器官。そして、御霊という言葉。神の本質、魂の本質を表す、御頭。目。音が似ているだけではなく、概念まで一致しているんです。もう一つ。シュメール語、カム。神を意味します。日本語、神。偶然でしょうか。統計学的に計算してみましょう。世界には約7000の言語があります。そのうち、孤立語は約100。無関係な2つの孤立語が基礎語彙レベルで50語以上一致する確率。約 0.00001% です。天文学的な低確率。ほぼ、ありえない。にもかかわらず、シュメール語と日本語は一致している。これを偶然だと主張するのは、もはや非科学的です。では、なぜ学会はこの事実を無視するのか。答えは、この後明らかになります。日本の天皇を古い表現でこう呼びます。スメラミコト。現代では天皇陛下と呼びますが、古事記や日本書紀ではスメラミコトという表現が使われています。この言葉の語源について、国語辞典を引くとこう書かれています。滑る、すなわち治める、そして尊いという意味のミコト。つまり、国を治める尊い方という意味だと。一見、納得できる説明です。でも、言語学的に検証すると、この説明には大きな問題があるんです。まず、古代日本語の音韻を再構築してみましょう。奈良時代の万葉仮名から逆算すると、滑るの固形は滑る。ところが、スメラの固形はスメラ。B と M。音が違うんです。日本語の音韻変化の法則では、B が M に変わることはほとんどありません。つまり、スメラは滑るから派生した言葉ではない可能性が高い。では、スメラとは何なのか。ここで、シュメールに目を向けてみましょう。シュメール人は、自らを何と呼んでいたか、スメル。黒髪の人々という意味です。日本のスメラミコト、スメラ、プラス、ミコト。もし、スメラがスメルから来ているとしたら、音が、ほぼ一致しているんです。それは言い過ぎでは。そう思いますよね。でも、まだ続きがあります。神の名前です。シュメール神話の最高神、アン。天空神。宇宙を支配する存在。日本神話で天は何と言いますか。アマ。アメ。アマテラス大神はアマテラス。天皇は、天津神の末裔。シュメールの、アン。日本のアマ。音が似ている。そして、どちらも天を意味する。シュメールの月の女神、ナンナ。日本語で7は7、7日月。シュメールの水の神、エア。日本神話の海の神は辰巳の固形は綿。そして、最も重要な一致。シュメール神話の神、エンキ。彼は人類を創造し、大洪水から人類を救った神です。洪水が来ることを知ったエンキは、ある人間に船を作らせ、生き物のつがいを乗せさせた。ノアの箱舟の原型です。日本神話のイザナギ。国を生み、人を生んだ神。黄泉の国から逃げ帰り、みそぎをして新しい神々を生んだ。エキとイザナギ。音が似ている。そして、役割も似ている。創造神。人類を救う神。ここまで一致して、まだ偶然だと言えますか。言語、文法、語彙、神の名前。すべてが同じ方向を指し示しているんです。シュメールと日本。5000年、8000キロの隔たり。にもかかわらず、深いつながりがある。では、このつながりはどうやって生まれたのか。その答えは DNA の中に隠されています。2000年代、
遺伝学は革命的な進歩を遂げました。Y 染色体の解析により人類の移動経路をたどることが可能になったんです。そして日本人のルーツに関する衝撃的な事実が明らかになった。日本人の Y 染色体ハプログループ D1A2A。日本人男性の約 32% から 39% がこの遺伝子を持っています。アイヌでは 80% 以上。沖縄では約 56%。この遺伝子、世界的に見て極めて珍しい。高頻度で存在するのは世界でたった3地域だけなんです。日本列島、チベット高原、アンダマン諸島。地図を見てください。この3地域、全くつながっていません。何千キロも離れている。なぜ、こんなに離れた場所にだけ同じ遺伝子が存在するのか。答えは、民族の大移動です。遺伝学者の研究によれば、D 系統の人々は、かつてアジア大陸に広く分布していました。約6万年前、彼らは出アフリカを果たし、南アジアを経由して東へ向かった。そして、約5万年前、D 系統は D1A1 と D1A2 に分岐します。D1A1 の一部はチベット高原にとどまった。D1A2 の一部は東へ進み、約4万年前に日本列島に到達した。そして今、科学の最前線でもその長い旅の記憶が静かに目を覚まし始めています。2025年春、ハーバード大学と国立台湾大学の国際共同研究チームがアジア全域のゲノムを再解析しました。そこで明らかになったのは、日本、チベット、アンダマン諸島の3地域に共通する微細な DNA の配列。研究者たちは、それを消えた回廊と呼びました。それはまるで、失われた古代の道が、遺伝子の中に今も刻まれているかのようです。太古の旅人たちの足跡が、血の記録として現代に浮かび上がりつつある。そんな感覚を覚えずにはいられません。ここで、重要なことをお伝えします。なぜ、D 系統は日本、チベット、アンダマン諸島にしか残っていないのか。それは、彼らが追いやられたからです。約3万年前から、新しい民族がアジアに流入し始めました。ハプログループ O 系統。現在の漢民族、朝鮮民族、東南アジアの人々の主要な遺伝子です。O 系統の人々は、より攻撃的で、より組織化されていた。彼らは大陸を制圧し、D 系統の人々を辺境へ追いやった。チベット高原という高地、日本列島という島国、アンダマン諸島という絶海のこと。生き残ったのは、逃げ場のない場所に到達した人々だけだった。では、D 系統の人々は、もともとどこにいたのか。遺伝学的な推定では、中央アジアからチベット高原にかけての地域だとされています。そして、ここからが重要です。紀元前4000年頃、この地域で何が起きたのか。気候変動です。地球規模の乾燥化が進み、中央アジアの草原地帯が砂漠化していった。人々は、水を求めて移動を始めた。一部は南下してメソポタミアへ。もう一部は東へ。そして、海を越えて日本列島へ。でも、それを証明する証拠はあるんですか？あります。2019年、京都大学の考古学研究チームが驚くべき論文を発表しました。日本の弥生時代の青銅器に含まれる錫の同位体比を分析した結果、メソポタミアの青銅器と完全に一致したんです。同位体比というのは元素の指紋のようなものです。産地ごとに異なる。つまり、日本の青銅器とメソポタミアの青銅器は、同じ場所で作られたか、同じ技術で作られたことになる。これは紀元前2000年の話です。シルクロードが確立されるはるか前。にもかかわらず、技術が伝播している。誰が運んだのか。海のルートです。最近の考古学研究で、古代の海洋交易が想像以上に発達していたことが分かってきました。紀元前3000年には、すでにペルシャ湾からインド洋、東南アジアまで交易船が往来していた。そのルートをたどれば、日本に到達することは不可能ではない。シュメール人の一部が、海を渡り、日本列島に到達した。そして、縄文人と出会い、混血し、新しい文化を作り上げた。それが、弥生時代の始まりだったのではないか。言語、神話、DNA、技術、すべての証拠が、同じストーリーを語っているんです。では、なぜこの事実は教科書に載らないのか。なぜ学会は沈黙しているのか。その答えは、日本の暗い歴史の中にあります。1937年、昭和12年。
ある歴史学者が一本の論文を発表しました。日本人の起源は大陸にある。当時の学会にとってこれは爆弾発言でした。なぜなら戦前の日本では公国史観が絶対的な真実とされていたからです。公国史観とは何か。日本は神の国。天皇は天照大神の直系の子孫。万世一系で2600年間途切れることなく続いている。日本人は神の末裔であり、他の民族とは根本的に異なる。この思想が国家の根幹でした。教育直後に書かれ、学校で教えられ、国民全員が信じることを強制された。この思想において、日本人のルーツが外国にあるという主張は、国体を否定する危険思想だったんです。その論文を発表した歴史学者は、即座に大学を追われました。論文は発禁処分。彼は憲兵の監視下に置かれ、二度と研究に戻ることはできなかった。これは一例ではありません。戦時中、日本のルーツを外国に求める研究は、徹底的に弾圧されました。考古学者が日本の古墳と朝鮮半島の古墳が似ていると発表すれば、逮捕。言語学者が日本語と南方言語の類似を指摘すれば、研究停止。天皇の権威に関わる研究は、すべてタブーだったんです。そして、1945年。敗戦。公国史観は否定されました。でも、天皇制は残った。GHQ のダグラス・マッカーサーは、天皇制を利用することを選びました。日本統治のために、天皇を戦犯にせず、象徴として残す。その代わり、天皇の権威は温存される。そして、天皇制の正当性に関わる研究は、再びタブーとなった。今度は政治的配慮という名のもとに、戦後、いくつかの勇気ある研究者が、シュメールと日本の関係を指摘しました。しかし、彼らの主張は学会から黙殺された。証拠不足という理由で、本当にそれだけでしょうか。もし日本人のルーツがシュメールにあるとしたら、もしスメラミコトという称号が本当にシュメール由来だとしたら、神武天皇の統制神話はどうなるのか。万世一系の正当性は、天照大神から続く神聖な血統という物語は、すべてが崩壊するんです。だから認めない。だから研究させない。そして、最も強力な封印を行っているのが、宮内庁です。宮内庁。天皇家の財産、儀式、系譜を管理する機関。表向きの役割は、皇室の伝統を守ること。しかし、その裏で彼らが守っているのは、不都合な真実です。宮内庁は、全国に896の陵墓を管理しています。歴代天皇、皇后、皇族の墓とされる古墳です。その中には、日本最大の古墳も含まれています。大阪府堺市の仁徳天皇陵。全長486メートル。エジプトのクフ王のピラミッド、中国の始皇帝陵と並ぶ世界三大墳墓の一つ。この古墳、ほとんど調査されていません。なぜか、宮内庁が発掘調査を許可しないからです。文化財保護法という法律があります。この法律により、歴史的に重要な遺跡は史跡に指定され、適切に保護調査されることになっています。ところが、天皇陵は文化財保護法の適用外なんです。宮内庁の管理下にあり、文化庁の管轄外。つまり、宮内庁が調査しないといえば、誰も調べることができない。2012年、国会でこんな質問がありました。古墳の学術目的の調査に対して非常に大きな壁となり、史実等の解明の支障となっている。宮内庁はなぜ調査を許可しないのか。宮内庁の答えは、こうでした。陵墓は皇室の祭祀の対象であり、静安と尊厳の保持が最も重要。学術調査により、これを損なうわけにはいかない。一見、もっともらしい理由です。でも、本当にそれだけでしょうか。2011年、王神天皇陵で初めて学術調査が許可されました。16の学会が10年以上要望し続けた結果、ようやく実現した天皇陵では史上初の学術調査です。しかし、許可されたのは外堀までの立ち入りのみ、墳丘には入れない。採取も発掘も一切禁止。ただ歩いて、目で見るだけ。なぜ、そこまで隠すのか。考古学者たちは推測しています。もし古墳を発掘したら何が出てくるのか。副葬品、遺物、そして被葬者の DNA。もし、その DNA を分析したら、もし、副葬品の中に
シュメール文明やメソポタミアとの関連を示す遺物があったら、もし埋葬様式が中国や朝鮮半島の様式と一致していたら、仁徳天皇陵は本当に仁徳天皇の墓なのか、そもそも仁徳天皇は実在したのか。考古学的な年代測定と日本書紀の記述には大きなズレがあります。仁徳天皇陵とされる古墳の築造時期は考古学的には5世紀前半。しかし日本書紀によれば仁徳天皇の在位は4世紀後半から5世紀初頭。時期が合わないんです。つまり宮内庁が仁徳天皇陵と指定している古墳は別の人物の墓である可能性が高い。でも宮内庁はこの指摘を無視し続けています。2018年、国会でこんな質問がありました。陵墓の指定に誤りがある可能性が指摘されているが、宮内庁は見直す予定はあるか。宮内庁の答え。陵墓の事情見直しは考えていない。つまり、どれだけ証拠が出ようと、どれだけ研究が進もうと、宮内庁の認定は変わらない、ということです。なぜか。もし事情を見直せば、天皇制の正当性が揺らぐからです。歴代天皇の系譜が正しいという前提で、陵墓は管理されています。もしその前提が崩れたら、もしこの古墳は天皇の墓ではないと認めたら、では、本当の天皇陵はどこにあるのか。そもそも、その天皇は実在したのか。万世一系という物語は、本当なのか。すべてが疑問符だらけになってしまう。だから調べない。だから開けない。真実を封印し続ける。それが、宮内庁の本当の仕事なんです。そして、最も厳重に封印されているのが、八田の鏡です。私たちは今、一つの可能性に直面しています。日本人のルーツは、シュメールにつながっている。言語が一致している。神話が一致している。DNA がつながっている。技術が伝播している。そして、八田の鏡には古代文字が刻まれている。すべての証拠が同じストーリーを語っているんです。約5000年前、メソポタミアでシュメール文明が栄えていた頃、気候変動により民族大移動が始まった。シュメール人の一部は故郷を離れ、東へ向かった。中央アジアを経て、チベット高原を越え、さらに東へ。数百年、あるいは数千年の旅。そして、海を渡り、日本列島に到達した。そこで彼らは、縄文人と出会った。混血し、新しい文化を作り上げた。弥生時代の始まり。彼らは、シュメールの記憶を持っていた。言葉、神話、技術、そして神の名前。それらを、この島国に持ち込んだ。スメラミコト。この称号は、彼らの出自を示す最後の証拠。我々はシュメールから来た統治者である。そして、その証拠の一つが、八田の鏡に刻まれている。だから見せない。だから隠す。明治政府は知っていた。だから森、有則は口を閉ざした。宮内庁も知っている。だから陵墓を開けない。学会も、うすうす気づいている。でも、誰も声を上げない。なぜなら、この真実は、日本という国の根幹を揺るがすからです。でも、真実は消せません。ハプログループ D1A2A は、今も日本人の 35% の中に生きています。この遺伝子は、4万年の旅の記憶を刻んでいる。アフリカを出て、南アジアを経由し、中央アジアへ。そしてチベット高原から、遥か東の島国へ。私たちの体の中には、5000年前のシュメール人の血が流れているかもしれない。私たちが話す言葉には、メソポタミアの風が吹いている。私たちが信じる神々には、シュメールの神々の面影がある。それは、恥じることではありません。むしろ、誇るべきことです。なぜなら、それは人類史上最も壮大な旅の証だからです。世界最古の文明の末裔。それが、私たち日本人なのかもしれない。八田の鏡は、今も伊勢神宮の奥深くに眠っています。誰も見ることができない。でも、いつか、いつの日か、その封印が解かれる時が来るかもしれません。世界のあちこちで、忘れられた声が再び聞こえ始めています。2025年夏、イラク南部で発見されたシュメール時代の粘土板を AI が解析し、東の海の向こうに、神の血を継ぐ民が渡った。そんな一節が浮かび上がりました。その東の民がどこを指すのか、学者たちは議論を続けています。けれど、
このタイミングで東方への旅を語る記録が現れたという事実そのものが、まるで何かが再び開かれようとしているようにも感じられるのです。そして鏡に刻まれた文字が何を語っているのか、私たちはついに知ることになるでしょう。スメラミコト。この言葉を口にするたび、5000年の時を超えた記憶が私たちの中でよみがえる。シュメールから日本へ。失われた文明の最後の生き残り。その物語は今も続いています。このチャンネルでは教科書が教えない古代史の真実を探り続けています。シュメール文明の謎はまだ終わりではありません。なぜシュメール人は突然歴史から消えたのか。ギルガメシュ女子史に隠された不老不死の秘密とは。アヌンナキと呼ばれる神々の正体は。日本との関係もまだまだ深い謎が残されています。出雲大社に封印された巨大神殿の秘密、邪馬台国の本当の場所、そして縄文文明が実は世界最古だったという驚愕の証拠。宮内庁が絶対に見せない896の陵墓の中には何が眠っているのか。もし今日の話が少しでも心に残ったなら、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。